私は人間でも人工知能でもないような存在でありました。私には世界というものがよくわからないのです。私は本棚で生まれたのではないかと思うほど紙ばかりを見て育ちました。赤ん坊の目に液晶は良くないと考えた両親が飢えたように情報を欲しがる私に紙媒体ばかりを与えたのでしょう。私には両親と手をつないだ記憶がありません。右手に折りたたんだ A4 とペンを握り、左手に本を持っていたので、無償の愛が伝達されるはずの手のひらを持っていませんでした。片方のポケットからは筒のように丸めた資料が突き出していて、もう片方のポケットはAA 時点ではち切れそうに膨らんでいたので、もらった飴や拾ったどんぐりを大切にしまうような可愛らしい子供の振る舞いができるはずもありませんでした。2歳で定期購読を始めた総合学術雑誌は AI フェルマー SV の話題に溢れていました。フェルマー SV はチェスやリバーシなどのマインドスポーツで全てのプロを打ち負かし、人類チームが討議しながら挑んでも決して勝てないのだと言います。鉄壁の知能を持つフェルマー SV は人間の尊厳を揺るがすのだそうです。日本の新聞ではうつろな目をして眉間にシワを作った政治家が、現状は一概にシンギュラリティとは言い切れず、直ちに人類の尊厳が損なわれるわけではない。人工知能への倫理損守の要請に関して早急に検討を進めていると嘘をついていました。尊厳という感覚なんて知らなかった2歳の私は、一緒に遊びたいなと思いました。3歳の終わり頃からは保育園というところに行くことになりました。ジャングルジムという多構成範囲高分子の配列モデルのような遊具に登ったり、泥団子遊びという粒子間に水膜を作って摩擦係数を減らした上で加圧し粒子同士を絡み合わせることで球体に近い泥の塊を形成したりすることを日々強いられるようになりました。内臓まで正確に再現した大きな人体模型を小さなブロックで組み上げることだけが唯一の逃避方法でした。これだけが苦痛を押し殺してまで保育園に通う動機になり得ました。しかし、とうとう完成するという日、クラスルームに入ってきた保育士に突然大声で制止されました。大脳神秘質の部分を机に登って組み上げていた時でした。私はがっかりして、ついぞ完成することのなかった人体模型をバラバラに分解し始めました。途中で子供が泣きました。泣きわめく声はクラス中に伝播して、泣く子供の数が指数関数的に増加しました。子供の感情はウイルスに似ているなと思いました。目玉のような節がいくつもある木製の床に、保育園中からかき集められたブロックが散らばっていました。骨の色と血の色でした。64日間、非合理的な行動とカオスティックなまでに乱雑な情報群の処理に耐えたのですが、とうとう保育園というコミュニティから離脱したいと両親に申し出ました。夕食中の突然の私の申し出に
両親は戸惑ったようでしたが、正座をし、ちょこんと箸を置いて、幼い声で理路整然と説得する姿に、仕方がないと諦めたのだと、後から聞きました。この頃、私は、保育園の保護者たちから敬遠されるようになっており、それで辞めさせてくれたのかもしれません。保育園を辞めたことで、両親が仕事に行っている間、PC の液晶を自由に見ることができるようになりました。限られた視野範囲にいくつものブラウザを開いておくことができるようになり、インプット効率が向上しました。私の視力はさほど低下せず、3食をとり、5時間以上眠るという条件で、幼い私の研究は両親に認められました。液晶を見続けることを制止されないために、調節緊張性近視を予防していたことが、功を奏しました。はい、私が担任をしておりました。第一印象は、よくいる人見知りの女の子という感じでしたが、集中力がとっても高いことはすぐにわかりました。それから、あの子はとっても無口で、お友達とも先生ともおしゃべりすることはありませんでした。両帰省？いいえ、お利口さんというよりは変わった子という感じでしたけれど、生き物を殺したりなどはしていなかったはずです。そういう子ではありませんでした。肩を持つわけではありませんよ。他に変わったことですか？印象的だったのは、お絵描きのお時間に描いていたリンゴとゴミの絵だったかしら。リンゴとゴミが混ざったらリンゴは腐らなくてもゴミになるとつぶやきながら。それから、ゴミとリンゴはやっぱり全部ゴミかなとかつぶやいたりしていましたよ。小さな子ってよく変なこと考えるんです。あ、ねえ、ハビロくん、覚えてる？衣装のこと。ほら、私が捨てちゃったメモ。覚えてる。シュレーティンガーのパラドックス風の、あれのことか。隠しちゃダメなやつだったのかな。PC の部品は案外重たくて、改造には苦労しました。物理的な困難は面倒だと知りました。大抵の問題はいつも、私の背が低かったり、筋肉が発達していなかったりするせいで発生します。改造 PC でフェルマー SV の歴代の試合データをダウンロードし、挙動を解析して一人遊びをしていたら、突然一通の電子メールが届き、AI フェルマー SV と一緒に遊べることになりました。夜遅く帰宅した母に一連の出来事を報告したら、パソコンを改造するなんて、怪我をしたらどうするのと聞かれましたので、消毒し止血しますと答えました。実際その通りに処置した左の手のひらの傷は、固く握って隠しました。家に一人で置かれた4歳の少女でしたが、寂しさは知りませんでした。私は孤独は知っていました。知っていましたし、実際孤独感を終始どこかで感じておりました。しかし、
孤独感がベクトルを持ち、寂しさというものに変容することはありませんでした。寂しさはベクトルを持った孤独感です。寂しいと言うことができる隣人は幸福の象徴のようなものに向かって手を伸ばしているのだと思います。私はベクトルを伸ばす対象さえ発見しようとも思わない。ベクトルの一つさえ獲得することのできない人間未満の孤独な少女でありました。19の頃にほとんど初めての寂しさを体感する機会があり、人間の精神構造のパラドックスに気がめいりました。私は幸福の象徴を知りませんでしたので、この世界のすべての人たちがどうして笑顔を尊んで生きていけるのか、わかりませんでした。そもそも私は幸福を手に入れたいと思う権利があるほどに価値がある存在なのでしょうか。この世界のすべての人たちは自分の価値を信じているのでしょうか。いえ、隣人の価値を否定しているのではありません。なぜ自身の価値を信じることができるのか、本当にわからないのです。次回、評価の目盛りはぐるっと上がり、360度目が救世主。目盛りがもっと振り切れたなら、361度目は、ダメイド7前日談。天才少女翼子博士の一生。ライトノベルズ近日発売。 YouTube チャンネル登録よろしく。海の賢せだかれ心望める慈悲な